されども、今回も早速やっていきたいと思います。作っていくのはみんな大好きエビチリです。この料理に関しては説明不要だとも思うんですけどね。エビチリというのはエビのチリソース煮の略で、中華料理店だと非常にポピュラーなメニューの一つですけどね、本場中国にはない日本独特の創作料理として現在も広く愛されてますよね。早速エビの下処理からですね。この下処理が非常に大事で、片栗粉を適量しっかりと揉み込んで、必要であれば水ですね、これも少量だけ加えます。そうするとね、こういう風に汚れが出てくるんで、これをしっかりと水でまた洗い流します。これをやるのとやらないのとでは後のね、味わいが全然変わってきちゃうってわけです。そしたらボウルに移して適量の塩一振りと、あと黒胡椒ですね、それで下味をつけていきます。この後卵白を使うんで、卵をね、卵黄と卵白に分けておきますが、黄身の方は使わないので、醤油漬けにしたり、もしくは翌日の卵料理に混ぜ合わせたりして使っていきましょう。卵白も丸々1個分ぐらいですね。これもしっかりと混ぜ合わせていきます。エビに吸わせていくような感じですね。で、それができたら今度は片栗粉、これも一つまみ全体に振るいます。それでダマができないように、これもしっかりと混ぜ合わせていくような流れです。ここまで準備したら、これは冷蔵庫にしまっておいて、1日ぐらいであれば日をまたいでも使えるんで、こんな感じで準備しておくといいと思います。それで殻の部分ですね、これもったいないんで、エビ油作っちゃいますか。もうほんと簡単なんですけど、ネギの青い部分、都合よく余ってたらこれ使ってください。あと生姜は絶対入れた方がいいですね。香りとして非常に重要なんで、これを結構たっぷりの油で、香り出ししていきます。中火とかでいいと思うんですけどね。で、香りが出てきたらエビの殻を加えていくといった感じです。この時にエビの殻に水分があると跳ねちゃうんで、しっかりと拭っておきましょう。もしね、ちょっと油の量が少ないなと感じたら加えましょう。全体がうまく浸かるぐらいですね。それで割とすぐエビの香ばしい香りがね、立ってくるので、そしたら、引き上げます。もうこれでエビ油は完成ですね。基本的に魚介系の炒め物であったり、あとパスタですねに使うと非常に便利な油なんで、ぜひ参考にしてください。それでここからは、味付けですねに使うニンニクとあと生姜をみじん切りにして準備していきましょう。ちなみにこのエビチリっていうのは陳健一さんのお父さんの陳健民さんが考案されたレシピらしいですね。当時その中国の本格的な四川料理の辛みの豆板醤が慣れてなかったっていうことから、ケチャップだったりスープ、あと卵黄なんかをね用いて辛みを抑えて、調理法そのものを簡略化したのが今のエビチリなんだそうで、こういった先人の方たちの工夫があるからね、我々は今エビチリを食べれてると思うとね、感謝しないとですよね。ちなみに今回のレシピは生姜が多めで、辛みがねしっかりとあるようなエビチリにしてます。個人的にエビチリはね辛い方が好きなんで、甘いのもね好きなんですけど、やっぱ暑い時に食べるのは辛い方がいいなって思ったりするんですよね。その準備ができたらエビを取り出して、ちょっとね下味に七味唐辛子をまぶします。これねやるとすごく美味しいんでね、皆さんお好みのこだわりのものがあればそれを使ってください。そして七味唐辛子を揉み込んだら、もう一回再度片栗粉を表面にまぶします。この片栗粉を最後もう一回まぶすことで、ソースをねしっかりと絡めやすくするんですよね、エビ自体に。そしたらフライパンを用意して中火で焼いていく流れです。これ焼かないで茹でるっていうパターンもあると思うんですけどね、どちらでもいいんですけど、焼いた方が香ばしく仕上がるような気がしてて、なるべく焼いてます。
こうね、茹でたら茹でたですごいプリッとした食感を楽しめるかもしれないんでね、どっちもすごくいいですよね。でさっきのエビオイル、やっぱねエビオイルでエビを炒めることでね香りがすごく出るんで、ぜひ使ってください。でエビを炒めたらフライパンね絶対洗わないでくださいね。そこに豆板醤を加えてしっかりと香りを出します。香りが出てきたらニンニクとあと生姜ですね、これも同じく香りを引き出します。油がね足りなかったらエビオイル足してください。ここでじっくりと炒めましょう。あんまりね強火にして焦っちゃうと失敗するんで、中火のままか、場合によっては弱火まで下げます。それで全体がしっかりと炒めることができたらトマトケチャップ加えて、ケチャップもねこうちょっと水分飛ばすような感じですね。それで旨味をこう濃縮させて、その次にトマトを加えていくような流れです。トマトはこう炒めて全体がクタッとするぐらいですね。であまりこうトマトソースっぽくクタクタにならない程度、ちょっとその塩梅っていうのはね難しいかもしれないんですけど、イメージで言うとそんな感じです。それで味付けには鶏ガラスープもしくはチキンブイヨン少量加えて、あとは魚醤です。いしりがねおすすめです。あとはレモン汁でちょっとこうフレッシュな酸味、柑橘の酸味をねプラスしましょう。それでだいたいソースがね美味しく仕上がってくる頃なんで、これぐらいになったらさっきのエビを戻して、最初エビをね炒めた時はちょっと半生ぐらいのイメージで引き上げておいて、最後にしっかりと火を入れる感じです。でネギもね同じようなエビと同じようなタイミングで加えて全体に合わせていきましょう。そして最後にもう一回エビオイルで香りを出して、あとは、ラー油ですね。仕上げに加えることでこう香りと辛みっていうのをより印象的にしていきます。そしたら盛り付けドレッシングに行きましょうか。こう片栗粉のおかげもあってかソースがね余すことなくこうエビにまとわりついてる感じですね。それであとは七味と唐辛子をもう一回最後に振りかけて完成です。ちょっとやばいなこのエビチリは。こんなうまいことあるか。これはやばい。365日これでもいける。うまっ。やっぱこうケチャップに負けないフレッシュトマトの酸味だったり甘み、自然体の甘みがすごく効いてて、あとね七味をね少し練り込んでるからそのこう香りが立ってきて、あとは魚醤のちょっとしたうまみっていうのもプラスされてね、これはちょっと止まらんすよ。というわけでおうちごはんレベル100のエビチリでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。ラビアント。